わ、すげえ高音だ。聞こえますかね、これ。はい、どうも、ノスタルジックバイクです。ですね、今日は横浜ナイトに来ております。もうすごい高音が響いてるんですけど、聞こえますかね、僕の声。今回はですね、横浜の様子はもちろんなんですけども、メインで撮影するつもりなのはですね、冒頭で流したジョッキーシフトのショベルヘッドに乗った女の子で、この方にですね、イベントではこの横浜ナイトというミーティングでお会いできたので、いろいろと話を伺ったりとか、走ってる様子も撮らせてもらったので配信します。で、その前にですね、この横浜ナイトってすごく僕の中で大好きなイベントというか、イベントというかミーティングなんだけど、ここで見ても分かるように古いハーレーが中心ではあるんですけど、現行ハーレーの現行の国産も、あと CD とか Z もいるし、マッハとかね、あとトライアーズ、BM、原付、あと車で来てる人もいるし、これトライクもいたりとかします。あと原付もいます。だからね、本当にバリエーション豊富で、みんなおしゃれだし、年齢層も10代もいれば、この間で70代の人も来てたんだよね。そうだからすごく本当の意味で自由なミーティングなので、ぜひ遊びに行くと楽しいと思います。で、今日はね、12月3日の土曜日なんだけど、明日12月4日がホットラットカスタムショーなんで、外国人の方もたくさん遊びに来てますね。あとね、ノスタルジックバイクに出てくれた人たちもね、かなりたくさん遊びに来てます。で、今日はね、ゆうきくん、CB7 班、鬼班じゃない、セパハンのね、CB の7班乗ってた、今はもう雷属仕様の CB7 班になってますけど、パイセンことゆうきくんも今日来てます。で、後でね、一緒にこれ、ショベルの女の子と一緒に走るので、その様子も流したいと思います。で、あとこの人たち、これね、ヤマハのね、タンクの、ヤマハの RD50 のタンク積んだね、セパハンのカフェレーサー仕様のね、ハーレー、あと BM とあと XS650 と、あと今日はショベルヘッドだけど、この間ね、4ファー乗ってる、普段ね、4ファーも乗ってて、この人たちも、撮影、この間したんですよ。で、また、後日、また流すので、こちらもちょっと楽しみにしててください。あとはね、この人、マッハ 350SS に乗ってるマッハを乗ってるダイオ君、この人たちもね、ほら、これ国産のね、マッハとか、あと多分俺ちゃんとよく見れなかったんだけど、RG だと RG の2班だと思うんだけど、この音。あとこれダイオっていうのはこの KM90 KM90 かKM90 に乗って国産の人たちと連なって遊びに来てましたね。そう、こんな感じでね、国産の人も結構ね来てるんですよ。これがねまた面白いですよね。あとゆきちゃん、この間トライアンフのチョッパー乗ってるゆきちゃんはね一瞬ですぐいなくなっちゃったんで、もうほとんど撮れなかったんですけど、ゆきちゃんも来てましたね。ここからですね、ここからお目当てのというか、このね青いこの水色のショベルがもう前から気になってて、インスタでずっとフォローしてたんですよ。で、今日横浜に来たらこうやって来てると思って、でちょっと探したんですけど、そしたらねこうやって撮影やってて、今ライト持ってる人がこれ富士山っていうとちょっとねなんか富士山みたいですけど、富士っていうアカウントでインスタやってる女の子なんですけど、そうこのショベル乗ってるんですよ。なかなか捕まなかったんだけど、ローソンの中で彼氏と一緒に仲良くお話ししてるところをちょっと捕まえて、いろいろお話を伺ってきたので流します。はい、よろしくお願いします。
ごいなんでこういう時にいつも割と一発でかかるいい子なんですけど、今日もこれいつぐらいにから乗ってるんですかこれ？今年の夏ぐらいです。なんでまたショベルに乗ろうと思って？なんかジョッキーシフトに憧れてて、ローラーマガジン見てた時にパンヘッドに乗ってる女の子がいて、ニタコちゃんって知ってますか？知ってる。その子にすごい憧れて、フレーム全塗装のバイクに乗りたいなって思ってて、でピンクじゃないですか、ニタコちゃん、でそれ見たときに欲しいなと思って知り合い伝いでスパイスさんに駆け込んでバイク作ってくださいって言ったら、これどうってそもそもあったやつがこうおすすめされて、ちょうどフォーセールだったんですよ。3日前に入ったけどみたいなで一目惚れして買いました、ね、練習ってそれこそスパイスさんが神奈川沿いにあるんですけど、あそこ結構昼走るんですよ、どんどんでそこの脇の方にちょっと出てやったんですけど、最初このバイクガーターフォークでミニドラムだったんですよ。もう全然乗れなくてで最初はやっぱり乗りやすいバイクの方がいいでしょうってことでテストにしてもらって、でちゃんとブレーキつけてスピンしてもらったんですけど、いやもう何が何でもリジットのショベルでジョッキーがいいなと思って透かして乗りたいじゃないですか実際どうですかトラブルとか？やっぱりなんかそのオイル漏れとか、なんかもうやっぱリジットなんで各々部品が取れちゃったりとかいろいろあるんですけど、なんか慣れてきましたなるほど、じゃあ一個一個直していって、じゃあ調子いいバイクになったらいいなっていうそうなんかやっぱりなんか前のオーナーさんがなんかそういう感じで作ってたんで、タンクとかも変えたいし、やっぱり見たことスカイワーじゃないですかちょっとずっとは辛いけど一度はこうもうちょっとこう大きく感じるんですにしたいなって。そうで今知り合いに頼んでるんですけど、この辺から取って出して、ステップだけでもつけたらかっこいいかな。すげえな、このオープンプライマリーだしかっこいいなこれ。やっぱオープンプライマリーいいですよね。いやもうこれ怖くないの？俺なんかこれ足とかなんか最初ダボダボの服着てたんですよ。そしたらめちゃくちゃ巻き込まれて、いやしかもコンバースでよく履いて乗ってるんですけど、コンバースの紐も絡まりそうになって、でも怖いと思って、それからちゃんと結んで入れるようにして、それをもうなんでものすごいガニ股で乗ってます当たんないようになんかこうなってます、ビビって。なるほどねそうこの隙間がものすごいガニ股です女子あるまじきまだ全然自分風にはなってないんで、タンクもおのおのやってもらいたい人もいますし、これはこれでかっこいいんですけどね。かっこいいけどね。これが本当にあるんで、これに合わせて作ってもらおうかなと思ってるんですけど、全然先の話なんです。修理費がかさんでやっぱりお金はかかる？
まあ頼むとかかりますけど、まあ必要な費用ででも調子いいですよこれでロングツーリングとかも？あ、まだ行けて静岡とかですね。もっと先、本当は金沢行きたいんですけど、まだちょっともう辛い季節になっちゃった。サンドフラッツは行った？あ、まだ行けてまなくて、だ行けてないあそこに行くのが有名なんですよ、これで。めちゃくちゃ砂浜をかけたいんですよ。あれでもね、あれに出ると、俺出た人の話聞いたんだけど、1年間砂が出続けたっていうのは聞いたことある。多分これ冬季なんで出れないんですけど、あ、そっか。そうなんですけど、あそこでは走ってみたいな感じで。はい、いかがだったでしょうか。今回はショベルヘッドのジョッキーシフト、しかもこれよく見るとスーサイドクラッチだよね。これ違うかな、スーサイドだよねこれ。富士山、富士ちゃんに、ご協力いただいてですね、他の方たちにもちゃっかり出てもらったりもしちゃいましたけども、いや本当楽しかったですね。はい、このロコハマナイトはね、本当にいろんなたくさん台数も集まるんで、いろんなバイクも見れるし、見れるだけじゃなくて、やっぱりねこのバイクを間近に、ね、見るとこの轟音とかね、振動とか匂いを体感できるというところがすごく楽しいですよね。でまあね、やっぱりこういう動画出すと、まあね、こんな夜中に迷惑なんじゃないかっていうね、そういう文句も多少は出てくるのもわかるんですけどね。だけどね、このロコハマナイト主催してるのが一星さんっていう人なんだけど、これ相当配慮してると思いますね。これ間違いなくしてる。そういう話は直接したことはないんだけど、もう行くともう節々肌で感じるもんこれは。まずね、まずですね、ここのローソンって工場地帯にあるんで、周囲に民家は一軒もないんですね。で、そういう場所を選んで、土曜日の夜っていう時間帯に開催してるっていうところもあるし、あとね、このローソン、ここのローソンの多分オーナーの方だと思うんですけど、ロコハマナイト開催中はね、その時間帯で普段街灯消されてるはずなんだけど、ロコハマナイト開催中は街灯つけてくれたりとか、そういう配慮もあるんで、ご配慮いただいているところもあると思うんですけど、なので来ているみんなもね、なるべくローソンで買い食いをするとか、ゴミはちゃんと捨てる、持ち帰るっていう、そういうところでお店にも最大限貢献できるようにっていうことと、あと周囲へのその影響が最小限になるように配慮してるっていう、こういうことはね、あんまり本人は言わないんだけどね。だけど大悟くん350SS のマッハに乗ってる大悟くんも言ってたもん。言ってましたもん。この間横浜の日すっげえどっさりカラオケ置いてありましたよって言って、だからなるべくね、そのウィンウィンな関係になるような配慮はかなりされてるとは、思いますね。だからっていうことはないんだけど、遊びに行く人はね、主催者のその一星さんを、あんまり困らせないようにっていう、ルールはね多少はいいと思うんだけど、これは主催者の方の考えは知らずに、僕が勝手に自分の個人的な意見を言ってるだけなんだけど、ルールについてはそんな杓子定規にならなくても全然いいと思うんですけどね。だけどやっぱりマナーは守るっていうのは必要なのかなと、思います。マナーはその人それぞれ、個人がねそれぞれで配慮することにはなるんだけど、マナーは気持ちなんで、だからそっちの方は大事にしたいなとは個人的には思います。でこういう集まりってどんどんねこれからも開催されるようになるといいですよね。やっぱりいろいろな情勢というかね、
社会的な背景考えるとどうしてもやりづらくなっている側面っていうのはあって、ね、さっき言ったその迷惑っていう言葉、この人様に迷惑をかけないってすごく日本独自の考え方とか感覚で、ね、マナーを配慮したり優しさを持つっていう意味合いであればもう日本独自のね素晴らしい感覚だからいいと思うんだけど、ネットとか YouTube とか出てきて、Twitter とかもそうなんだけど、こういうのが出てきてね、意味合いがだいぶ変わりつつあるなっていうのはすごく感じてて、この人様に迷惑をかけないっていう言葉がこの誰からも文句を言われたくないっていう意味合いにね結構なってきちゃってるなって感じることは結構多いですね。杓子定規のねルールとか迷惑とかその誰からも文句を言われないっていうところの気持ちに負けないようにこれからも運営していこうとは思ってるんですけど、この辺のことってやっぱり考えることがすごく多くて、最近ねのすばいラジオっていうポッドキャスト配信を始めたんですよ。でそちらでいろいろと、自分なりの考えとかいろいろなその経験談とかねそういったところも配信してるんで、ぜひそちらの方も聞いてみてください。はい、寝ながら仕事しながらとか勉強しながらでも聞けるので、Spotify、Spotify、Apple、Google とか、各種、ポッドキャストサービスをやってるプラットフォーム上であれば、大体聞けると思います。なので、ノスバイラジオで検索をお願いします。あと、YouTube のサブチャンネルでも一応ノスバイラジオっていうのを作って、配信してます。はい。ちょっと告知入れちゃいましたけどね。はい。今回の、配信はこの辺にしようと思います。はい。ありがとうございました。